皆さん、こんにちは。はじめまして。ペンギンジャパニーズのポッドキャストへお越しいただき、ありがとうございます。今日からこのポッドキャストを始めます。ここで自然な日本語をお伝えしていく内容にしていこうと思っています。今回が初めてですが、これから末永く聞いていただけたら嬉しいです。今回が初めてなので、まずは少しだけ私のことを話しますね。私は日本で生まれて日本で育った日本人です。母語も日本語です。趣味なんですが、食べることが好きなので、新しくできた店に行ったり、コンビニで売られている新商品を探すのが結構好きです。この番組でも、後のエピソードでコンビニの商品などについてもお知らせしていこうと思っています。あとは、最近ドラムを始めたんですよ。叩く楽器のドラムです。で、早速安い電子ドラムのセットを買って、YouTube を見ながらね、叩いてるんですけど、あれって結構ヘッドホンしてても叩く音がでかいんですよ。だから昼間の明るいうちしか叩けないんですけど、でもこれ今すっごくハマってます。楽しいです。そして次にどうしてこの日本語のポッドキャストをお届けしようと思ったか。その理由は、私今日本語教室でボランティアをしてるんですね。その教室にはいろいろな国の人が来ていて、その人たちに日本語を教えているんですけど、授業が終わった後に雑談してたんですよ。そしたらその雑談の時にある生徒さんが、自然な日本語を聞く機会が少ないっておっしゃったんです。そう、確かに教科書の日本語はとても綺麗なんですよ。でも、毎日の会話の日本語ってもう少し緩いんですよね。例えば、友達と話す時の日本語と教科書とは違いますし、テレビのニュースで聞こえてくる日本語やバラエティ番組の日本語もだいぶ違います。で、その話を聞いて、自然でリアルな日本語を聞きたい人がいるんだなーって、そう気づいて、じゃあ、ポッドキャストで普通の日本語を感じてもらえる機会が増えたらいいなと思って始めてみることにしました。なので、どちらかというと、勉強というより日本語の音やリズム、流れなどを楽しんでもらえたら嬉しいです。この番組では、この後のエピソードで日本語でいろんな話をする予定です。日本の文化やニュース、例えば天気の話、日本の食べ物の話、コンビニの話や、あとは季節とかもね。その他にも日本語についての文法や語彙などもお伝えしていく予定です。そんな話と、あとは日本語を上手に覚えていく方法なども皆さんにお伝えしていけたらいいなと思っています。なので、朝でも夜でもコーヒーを飲みながらでもお掃除しながらでも気軽にここで日本語のリスニングをしていただけたらと思います。ここではすべて日本語でお話しします。初級者さんには少し難しいかもしれませんが、YouTube で日本語のスクリプトと字幕をつけています。私が話した日本語を文字で見たい方、訳を見ながら覚えたいよという方は、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、今回はここまでです。これから少しずつ日本語でお話ししていきます。これが聞いてくれてる方のお役に立てれば嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。それでは、またね。